どうも皆さん、カイトです。今回はクリアしていて単独紹介していないインディーゲームを4本紹介します。このシリーズはボリューム9となり、過去にも様々な作品を紹介しているんで、ぜひご覧いただければ嬉しいですね。今回もマニアックな作品が中心にセレクトされているんで、一つでも気になる作品があればぜひ注目していただきたいと思います。通常の何々風紹介とは異なり、今回はかなりカジュアルなスタイルで制作してるんで、お気軽にご参考いただければなと。では早速やっていきましょう。1本目、桃ドラ月下のレクイエム。任天堂スイッチ、PS4、Xbox、Steam でリリースされている作品で、桃ドラというシリーズの4作品目がこちら。早速マップ達成率 99% までクリアしたんですけど、すごく面白かったです。シリーズものとは銘を打っていますが、 CS 版に落ちてきているのが月下のレクイエムで、美麗な 2D ドットで多彩に探索するメトロイドバニア作品であり、見た目の可愛らしさに騙されるぐらいにバトル面に関してはハードに感じられるのが本作。メイン武器は刃のような葉っぱでの近接で攻撃し、無限に放てる弓矢での遠距離と2つの武器で戦っていきます。ノンリニアに進めてはいけるものの、ある程度は進む道は優しくて分かりやすいので、行けなかった場所にはスキルを得得してから回収しに行くと、いつものメトロイドバニアの体験もめちゃくちゃ面白かったです。ダークファンタジーを感じさせる死者の国を、実際カホが村の呪いを救うために手がかりを探しに行くストーリーなのと、このゲームの特徴であるセクシーなボスキャラとの戦闘も大いに楽しめるのもポイントが高い。ちょっとした被弾でも大量ダメージを受けてしまい、破れた瞬間に一気にセーブポイントまで戻される仕様なのも、落下や針による一発デスも交わって、慣れないと悶絶を味わえるのもなかなかにやってくれてんなと。レベルアップという概念はないんですけど、装備アイテムによるバフによる強化から、アイテムを使った一時バフでのゴリ押しムーブなど、組み合わせによっては一気に倒せていけるのも攻略法を編み出してる感じがしていいっすね。なんか猫とかに慣れちゃうのやばくない？ 4 対3の画面での懐かしさも慣れれば全然気にならない。達成率 99% までは4時間30分ほどだったんで、一気にプレイできるメトロイドバニアとしては納得の一作。新作の月影のエンドロールをプレイする前に触ってみてはいかがでしょうか。桃ドラ月下のレクイエムは各 CS で好評配信中です。2本目、スノーマンストーリー。メグと化け物で有名なおでんキャットの作品であり、 iOS、Android でリリースされていましたが、今回は Steam 版として16対9の画面でプレイできるようになりました。体感としては結構面白かったです。おでんキャットの作品はメグ化け以外触ったことがなかったんですけど、この作品では男の子が雪が降った日に作った雪だるまが主人公となり、春から逃れるために楽園を目指すというストーリーで展開されます。楽園を目指す中で他の雪だるまや動物たちとの心温まるイベントがあって、それに悲しくて切ない BGM が合わさり、感動という言葉がすごくマッチしてたんですよね。このおでんキャットイズムを感じ取られる作風が、特にメグ化けファンにはたまらない作品となっています。ストーリーベースでありつつ、謎解きやパズルアクションになってはいるものの、特定のブロックを動かしてうまく進めるようにするだけです。ですがゴリラが道を妨害したりと、さりげないアクションもちょっと楽しめます。雪というテーマが一貫しているため、雰囲気を楽しむ点でもおすすめですね。クリアとしては2時間ぐらいでいけるのも空き時間にちょうどよくて、何かするゲームに困った時に手に取ってみてはいかがでしょうか。スノーマンストーリーは Steam、iOS、Android で好評配信中です。3本目、バッドボーイ。任天堂スイッチ、PS4、Xbox、Steam でリリースされている作品で、懐かしの8ビットスタイルで魔王をしばきに行くバッドアクションです。早速達成率 95% でクリアしたんですけど、手触りが良くて普通に面白かったですね。設定が映画キックアスのようなヒーローを活動する主人公たちが、バッドボーイ以外が魔王によって洗脳され、彼らを阻止に闇の試練に参加させようとする展開です。プレイングがとてもロックマンライクなのも楽しくて、攻撃がバットという点においても遠距離だけだと思わせて弾を打ち返したり、バットを投げての遠投、洗脳されたボスを倒して特殊スキルを得るなど、ロックマンしてるのが面白い。道中のギミックもなかなかに凝った作りではあるものの、ドッスンの場所だけ異様に難しいのはお察しの通り。隠し壁なども豊富に用意されてて、収集アイテムを集めるのもやりごたえ十分でした。なんか猫とかも見つけて撫でれちゃう。マップはステージクリア突破型のエリア選択式で、各ステで得得したミニヨッ
っての体力バフの強化要素も後半へのプレインがすごく楽でした。ユニークなボスたちのフォルムもテンションが上がり、一戦一戦がそのスポーツにちなんだバトルで楽しむことができるのもポイント。クリアとしてはやり込み含めて7時間ほどでいけるんで、バット1本で魔王をしばきに行きたい方は手に取ってみてはいかがでしょうか。バットボーイは各 CS で好評配信中です。4本目、ロナリウム。2023年12月2日に Steam でリリースされた作品で、早速一通りエンド回収を全てしてクリアしたんですけど、雰囲気抜群のローコストゲームでしたね。250円という低価格でありながら、巨大な水槽が展示されている水族館から脱出するドットアドベンチャーです。最初に言うんですけど、1時間ちょっとで全エンド回収できるのが魅力。少女ヨクトが夜になると神隠しに会うという水族館で、愉快な生き物たちとの会話を通じて真相に迫っていきます。ゲームはポイント&クリックのオーソドックスなスクールタイプで、生き物たちのお悩みを解決しつつちょっとした謎解きを進めるというとても簡単でありながらも、水族館の中での探索はワクワクできるのがこのゲーム。真ん中にドカンと佇む謎の水槽の真実に迫りながらも、ヨクトの奮闘ぶりが感じられることがプレイヤーにも緩く伝わります。ゲームの中での限定的な飼育員体験も味わえ、特に酔っ払いのタコが愛くるしくてたまらないんですよね。見つけたら速攻で話しかけましょう。プレイとしてはあっという間に終わってしまう感覚がありますが、こういったローコストで遊べる水族館探索もなかなかに素晴らしい。閉館後の水族館で神隠しの謎を突き止めよう。ロナリウムは Steam で好評配信中です。インディーゲームのクリア作品を4本紹介しました。最新作の月影のエンドロール前に、月下のレクイエムのゆるっとした紹介に、おでんキャットイズムが感じ取られるふわっとした心温まるスノーマンストーリー、レトロスタイルが光る王道な 2D アクションゲームバッドボーイに、さらには短いストーリーながらもダークさも少しは感じ取られるロナリウム。インディーゲームは掘れば掘るほどザックザク。こういった面白い作品が見つかった時に魅力を発見できるのは非常に楽しいものですね。この機会にぜひ普段触らないようなゲームに目を通してみませんか。きっとなんじゃこのゲームはと思いつつも、なんだかんだで楽しめたやんけ最高かよってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。